ーゼットでございますが、迷わないクローゼットって何なんでしょうねっていうのをずっと考えておりましたが、結局ね、私も昔はクローゼットの選択肢が多い方が安心だと思っていた時期もあって、それこそ毎朝ね、何を着ようか悩むの楽しいとか、そういうのもあったような気はしてるんですけど、結局でも朝迷うし、選んだ後もなんか今日は違うって思うことも多々あって、結局それって今思うと服の物量が問題じゃなかったんだなと思っております。Do I have what it takes to make you fall in love with me? Am I the real deal or just another one of those who fake it? Maybe I don't really know you. Maybe I don't really know myself. Let me rest in your arms until the morning comes. それがね、私の場合このロングスカートだったわけですね。何者かにならなくてもいいし、強く見せなくてもいいし、ただ今日の自分を受け止めてくれるみたいなものがロングスカートだったわけですね。迷わないクローゼットって服の選択をしなくていいっていうよりも、自分の基準をそっと置いておけるクローゼットっていうのが迷わないクローゼットなのかなと思ったりしております。Sometimes I don't know why I keep trying so hard to change. Should I turn on the lights and let you see me just the way I am? Can you tell me your secrets? It is time to let our guard down. I can promise you anything but loving you tonight. I want to grow up with you. Cliche to say, but it's true. Tell me you see me just as I see you. I want to grow up with you. Cliche to say. さて、そんなこんなでどうもこんにちは、ゆかりです。いや
なんか最後に何の脈略もなく雑談でもしようかなということで動画を撮っておりますが、いやー急にちょっと寒くなりましたね。なんか今年はもう寒くならないんじゃないかななんて思ってのんきに生活してたらめちゃめちゃ寒くて、で寒すぎて私今ヒーターが私の部屋だとあっちの一番奥にしかないんですけど、一番奥にあるがゆえに意外とこっち側全然温まらなくて、室温っていうかヒーターの温度28度にしてるのに、結構もう寝る場所ベッドあっちにあって割とダイレクトにヒーター当たるはずなのに、あっちでも14度ぐらいとかになってるぐらい部屋がとにかく温まらなくてですね、最近の悩みでございます。部屋が温まらない、結構寒いということで、結構あったかい飲み物をねよく飲むんですけど、今日はただの紅茶です。ただの紅茶にレモンを沈めております。日本産のレモンとかを見つけると1個買ってめちゃめちゃ薄く輪切りにして冷凍しておいて、こういう感じでね紅茶に入れたりなんか白湯に入れたりして気持ちビタミン C を補うっていうことをしております。紅茶は今家にあるのはこれですね。結構前に買った気がするんですけど全然減らないです。フォートナム&メイソンのロイヤルブレンドですね。これがなんか一番癖なくて飲みやすいなと思ってこればっかり飲んでおりますが、ちみちみ飲んでるので全然減りません。もう何年かかるかわからないぐらい減りませんっていうのをずっと飲んでます。なんか紅茶がインフルエンザにいいとか言って聞いたので最近ちみ飲んでおりますが、そんな感じでね、本日もゆるっと動画をお届けしましたけれども、いやー最近この部屋模様替えしてからめちゃめちゃ通りがというか見通しというかすごく良くなったので、私だいぶ心がすっきりしてるんですけど、とはいえまだまだ断捨離しきれてないもの、私結構断捨離するときにステップがあってすぐに断捨離できるものはいいんですけど、そうじゃないものに関しては一回断捨離したことにして玄関前にちょこっと物を入れられるクローゼットというか押し入れがあるので、そこにちょっと置いておいてこれは断捨離できるものかどうかっていうのを一旦判断する、仮の断捨離ですねをすることもたまにあって、なのでこっちに入ってなくても向こうの押し入れスペースに入ってるものとかも何個かはあったりするんですけど、その辺もようやく断捨離できてすっきりまではいかないですけど、だいぶ物減りましたね。物減りました。やっぱり物減らした方がすっきりしますよね。当たり前なんですけどね。というのもあってこのすっきりした部屋で程よくこのぬくもりのぬいぐるみというかですね、そういうのを置いて過ごしているのが最近でございます。ででんねちゃんというぬいぐるみですね。めちゃめちゃ可愛いんです。このなんか私ポケモンスリープかなのゲームのシリーズのぬいぐるみ大好きで、この寝てる感じが可愛くて起きたくなって置いちゃってますね。私結構昔からフィギュアとかも好きで、ただフィギュアに関してはなるべく集めないようにしようと思っていたのでそんなに増えなかったんですけど、最近ぬいぐるみめっちゃ集めたくなっちゃってでちょいちょい買っちゃうんですよね。ただぬいぐるみに関してもある程度制限はしようと思ってて、大きいぬいぐるみはもう部屋に置く前提、極力ね部屋に置いて一緒に生活を過ごすために買うって決めていて、じゃないと無限に増やしちゃうので、なのでどちらかというとインテリアに程よく馴染みそう、だから一つ置いててもなんか思考の邪魔にならなさそうなものだけにしようと思って今我慢してるのがこの辺ですね。このサイズはちょっと大きいんですよね。でもこのくらいになると中くらいのサイズなんですね。この辺がちょいちょい増えちゃって、でもっと一番小さいマスコット系のぬいぐるみとかをついうっかり買ってしまうっていうのが最近ですね。
ちょっと私の収集癖がぬいぐるみに移りつつあります。服より場所取らないのでなんかうっかり買っちゃうんですよね。しかもこのなんかこのもふもふしてる感じが普通にこうクッション買うよりなんか可愛いし癒されるしいいなと思ってしまうのと、あとやっぱりなんかぬいぐるみってこう正解不正解がないからいいですよね。洋服とか買うと結局今日は気分に合うかどうかとかなんかそういう正解不正解を迫られるんですけど、ぬいぐるみってただそこにいてくれるだけなので何も私に迫ってこないっていう、このなんて言うんでしょう、やっぱ余白がいいのかなという感じで最近めっちゃぬいぐるみを集めてしまっているという私でございます。実はあそこの見えるかな、こっから映ってるかわかんないですけど、よく映ってるあそこの仕切り用にね棚を買ったんですけど、あの中に最初は物入れないつもりだったのにいつの間にかぬいぐるみが入っているという、開けると結構隠れオタクの部屋みたいな感じになる感じになっているのが今の部屋ですね。いやでもなんかすっきりしてるので自分的には許される収集だろうということで買ったりしておりますね、というのが最近でございます。そんなこんなでねゆるっと雑談しておりますけれども、最近またジュエリー新しいの作ろうと思っていて、一つはあれなんですね、このナチュールリングという名前を私がつけているこのリング、これのストーンバージョンをどうしても作りたくて、でこれも私多分もう10年くらい作ってから経つ指輪なんですけど、本当に私がゼロからデザイン書いて作り始めて、構想して作り始めて10年ぐらい経つのが、このリングなんですけど、最近やっぱり天然石とかそっち系改めて好きだなって思うことが増えてきたので、それをこうどうにか使えるようにできないかなっていうことで、ちょっとデザイン新しくし直したりとかしてたりとか、あともう一つ私が今どうしても作りたいのがあって、なんかそれが天然のサファイアを使ったリングとかネックレスが今ちょっとどうしても作りたくて、でそれは多分サファイアの石の仕入れがなかなか安定しなさそうなので、もう一点物ぐらいの作り方しかできなさそうなものなんですけど、それをもう今のうちに作りたいと思ってちょっとデザイン描こうかなって思ってるのが最近ですね。もう最近結構びっくりするんですけど、金とかダイヤモンドって昨今めちゃめちゃ値上がりしてるっていう話を聞いたことないですかっていう話なんですけど、それがコロナ以降めちゃめちゃ価格が上がってて、でそれに連動するかのようにやっぱり銀の値段、シルバーの値段もめちゃめちゃ上がってて、でこの前びっくりしたのが2025年の12月じゃないかもな、でもそのくらいのあたりには200円台ぐらいだったんですけど、年明けたら 1g500 円超えてたんですよね。でそれって何かっていうと、このシルバーってね重さで価格変わってくるんですけど、それが2倍になってるっていうことは制作するのに2倍お金かかるようになってきちゃったので、これちょっと今まで私真鍮は絶対嫌だなと思って、素材的に臭くなっちゃうんでね。真鍮って本当に金具の匂いがめちゃめちゃするから、それは使いたくなくて、だからシルバー925っていう柔らかいけどちゃんとジュエリーとしても成立するこの素材気に入って使ってたんですけども、それでも 1g のあたりが2倍超えてくると結構しんどいなと思っていて、なので早めに本当にもう私がどうしても今作りたいものっていうのはアウトプットしてデザイン書いて作らないと、もうちょっと一つジュエリー作るのにやっぱりお金結構かかるので、作りたいものがこれから作れなくなっていくなと思ってしまったので、もう作りたいと思ったものはすぐに作るようにしないとなと思って、今ちょっといろいろ作ろうかなとしている最中だったりするんですけども、っていうぐらいね、本当に私メイドインジャパンでちゃんと山梨県の甲府の職人さんにお願いをして
ご協力いただいて作ってるので、本当にね、作ったジュエリーに関しては、死ぬまで使えそうだなと思ってやっぱり作ってるので、それがね、今後どんどん銀の値段もそうですし、人件費もね上がっていくので、作れなくなってきてしまう未来が来るなって思った瞬間に、やっぱり後悔しないようにやりたいことは早めにやらねばということで、最近ちょっとね地味な焦りを感じております。そして今人生もだいぶ悩んでおりますという感じなんですけども、いやーちょっとね、2026年は変革の年かなという感じな気はしておりますという感じで、本当に何のテーマもない雑談をしておりましたけれども、こちらの動画少しでもお楽しみいただいておりましたら、チャンネル登録、高評価お待ちしております。最近ちょっと動画の方向性をどうしようか悩んでるので、でも自分の伝えたい思考とかに関しては前半で映像で作って、で後半はこういう感じでもう本当に何の目的もなく喋る動画をアップしてみてもいいんだろうか、どうなのだろうかっていう実験を今しようかなと思ったりしておりますけれども、そんな感じでね、今後もゆるっと動画アップしていきたいなと思っておりますので、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。